が搭乗していると思われる潜水艦が現在房総半島沖を航行しています。これから自衛隊が潜水艦を拿捕し、一木島姫を拘束すると見られます。どういうこと？ゆかり様と一木島姫が乗っている潜水艦をなんで自衛隊が追っかけてるの？おそらく高津学長が裏で手を回したのでしょう。高津学長が政府高官と親しくしていたのは自衛隊を動かすためだったんですか？難しいことはわかんねえけどさ、要するにピンチってことか？そうね。一木島姫が自衛隊に拘束されたら田木津姫の元に送られるはず。そして一木島姫を吸収して田木津姫は完全に元通り。そんな、私たちに何かできることはないのかな？失礼します。調査隊の皆さん揃っていますか？はい、今全員でテレビを見ていたところです。ちょうどよかったです。あなたたちに新たな指令が下りました。折紙ゆかりと一木島姫救援のため今すぐ銚子に向かってください。銚子ですか？潜水艦は房総半島沖を航行しているってテレビで言っていましたけど。ゆかりと一木島姫はすでに脱出艇で潜水艦を離れ銚子湾岸に上陸しました。しかしこの得体が付近を捜索していて一木島姫が見つかるのも時間の問題です。そこであなたたちに救援に向かってほしいのです。すでにかなみさんやひよりさん、まきさんや鈴鹿さんも銚子に向かっています。状況は分かりました。しかし銚子まではかなり距離があります。車で飛ばしても3時間以上かかるのでは。ですからヘリを用意しました。マジかよ、面白くなってきやがった。姫、お喜びください。潜水艦から姿を消した一木島姫の上陸場所が判明しました。ですが姫がおいでになる必要はございません。一木島姫は我々の手でここまで連れて参りましょう。そうか。ではしばし待つとしよう。はい、必ず良い知らせをお持ちします。ここが折紙ゆかり。ノロの投与で都市の自力を底上げはできても戦闘技術を向上させることはできない。この得体では私を止められないぞ。こう焦ったな、ユキナ。ひるむな、かかれ。すべて片付いたか。お前が数珠丸を抜けばもっとたやすくここを突破できるのだがな。一時の勝利など無意味。ゆかり、我はもう疲れたのだ。花月姫にもたきり姫にも切り捨てられ、夜べなきうつしみで生きることにな。それだけ喋れる元気があれば十分だ。行くぞ。この鬼め。あっという間に調子についたね。さすがヘリコプター。それで私たちは今からどこに向かえばいいのかな？救援に向かおうにも一木島姫が現在どこにいるのか正確には把握できていないようです。一木島姫は荒玉ちゃんなんだからスペクトラムファインダーで探せるんじゃねえのか？残念ながらこの付近に荒玉の反応が多すぎてスペクトラムファインダーは役に立ちません。ゆかり様と直接連絡を取れないのかしら？折紙ゆかり様は
スマホの電源を切っているそうです。スマホの電波で高津学長たちに居場所を知られる可能性がありますから。つまりどこかで動きがあるまでここで待機ってことね。じっとなんかしていられないよ。とりあえず勘で探してみよう。勘ってほのちゃん。いや、私もミホッチに賛成だ。スペクトラムファインダーに反応してる荒玉ちゃんを片っ端から倒しに行こうぜと言いたいところだが、お客さんが来たみたいだな。え？あ、この得体。見知らぬヘリが着陸したから様子を見に来てみれば。悪名高い調査隊じゃないですか。一木島姫の救援に来たんでしょうけど、そうはさせませんよ。さて、邪魔者は片付いたし、ミホッチの勘を頼りに一木島姫を探しに行こうぜ。でも勝手に動いちゃって大丈夫かしら。たった今折紙茜様に確認を取りました。その点もすでに織り込み済みだそうです。ただ政府の目もあるので、なるべく目立たないように動いてほしいとのことです。それから一木島姫の捜索中にこの得体と遭遇した場合、また戦闘になると思います。心の準備をしておいてください。了解。それじゃ出発しよう。ええ、そうですね。ミルヤさんは気づいている。今のこの得体との戦い、私の剣にまだ迷いが残ってたって。大丈夫。私は大丈夫。約束したんだもん。なぜば、なるんだから。さすがに疲れているか。これだけ立て続けにこの得体の襲撃を受ければな。この得体、これまでに襲撃してきたものすべてが我を多光姫に捧げようとしているのか。ご苦労のことだな。いたぞ、折紙ゆかりと一木島姫だ。絶対に逃がすな。また新手か。ゆかり、まだ戦うのか。当然だ。お前の方はやはり数珠丸を抜く気はないのか。前にも言ったであるわ。一時の勝利など無意味。我はもう疲れたのだ。そうか。では黙ってそこに立っていろ。今のは何のため息だ。多光姫に道具として使われているこの得体に同情してな。何の価値もない我を手に入れるために走り回った挙句、ゆかりに蹴散らされているのかと思うと不憫でならん。少なくとも多光姫はお前に価値があると考えているからこの得体に捕獲を命じたのだろう。お前のその自己否定的な思考、なんとかならないのか。どうしようもない。復讐の多光姫、支配の多桐姫に対し、我は否定の一木島姫だからな。そんな肩書き初耳なんだが。じゃあミホッチの勘を頼りにゆかり様と一木島姫を探しに行こうぜ。私の勘、責任重大すぎ。せめて何かヒントがあればいいんだけど。ふと思ったのですが、付近を捜索しているこの得体から情報を得ることはできないでしょうか。この得体が一木島姫たちの動きをどのくらい把握しているかもわかりますし、一石二鳥ではないでしょうか。ミルヤさん、
それいいアイディアね。でもどうやって情報を手に入れるんだ？この得体を拷問するのか？怖いこと言わないでよ。みんな、あそこにこの遺体がいるわ。一旦隠れて会話を盗み聞きしてみましょう。先に現場に到着した人たちはまだ一木島姫を確保できてないの？確保に向かったこの得体は全員折紙ゆかりに蹴散らされたみたいよ。タギツ姫様の力を失っても折紙ゆかりは健在ってことね。それで私たちはどこに向かえばいいの？折紙ゆかりと一木島姫は銚子海岸に上陸してから北上を続けているみたいよ。バカな連中だな。重要な情報を漏らしまくってやがる。おふきさん、口が悪いよ。それじゃゆかり様の移動ルートも分かったことだし、あいつらを始末してから北に向かうとするか。あの人たちと戦うの？当たり前だろ。私もフッキーに賛成。この得体の目的は一木島姫を捕まえることだし、遅かれ早かれ彼女たちとは戦うことになるの。だったら他のこの得体と合流する前に叩いた方が一度に相手にする数も少なくて楽だと思う。二人の言う通りですね。じゃあみんな行くよ。無事に倒せてよかったわね。折紙ゆかり様たちは銚子海岸を北上しているという話でした。では私たちは銚子の北にある鹿島に向かい、そこから南下しつつ捜索するというのはどうでしょうか？それでいいと思います。ゆかり様たちの移動ルートが分かってよかったね。私の勘だけを頼りに探すって冷静に考えたら無理がありすぎるし。でもよ、鹿島に着いたら今度こそミホッチの勘を頼りに一木島姫を探すことになるかもしれねえぜ。勘に頼って探そうなんて余計なこと言わなきゃよかった。3人でゆかり様を助けに行こう。ゆめ、強引に退院してきたが本当に大丈夫なのか？今は猫の手も借りたい状況ですが、無理をしてはいけませんわよ。大丈夫だって。こんな時にじっとしてられないし。だいたい私が病院にいる意味ってあったの？咳が出たりするけど、これって病気じゃないんでしょ？お医者さんもどう治療すればいいのかわからなくて困ってたよ。確かにな。食欲がない時に点滴で栄養を補給したり、貧血になった時に輸血することはできるが、根本的な解決にはならない。ユメが苦しんでいる一番の原因は、隔離から戻ってきたユメの魂のようなものがまだ肉体と適合できていないことだろうからな。私の体にノロが残ってることは関係あるの？おそらく無関係ではないだろうね。荒玉の力を受け入れていたことで、夢は隔離から戻ってくることができたわけですが、そのせいで大変な思いもしているのですね。でも私やマキさんにとっても他人事ではありませんわ。私たちの体の中にもノロは存在し続けているのですから。そうだな。ノロに関しては解明されていないことも多い。僕たちの体もいつかおかしくなるかもしれないんだ。もちろんノロを投与する際にそのことは覚悟していたが。お姉さんたち、荒玉が現れたよ。私たちと遭遇するなんて運が悪い荒玉だね。そうですよね。時間もないことですし、すぐに片付けて差し上げましょう。久しぶりにみんなで荒玉と戦えて楽しかった。今
今の戦いを見ている限り、ユメの体調は心配しなくて良さそうだな。ええ。ですが、体に何か異変を感じたら、すぐ私たちに教えてくださいね。分かってるよ。鈴鹿お姉さんが心配性だな。よし、それじゃあ出発しよう。待っててね、ゆかり様。大丈夫。このくらいの痛みなら我慢できる。病院でおとなしく待ってるなんてできないもん。もう逃げ回ることに疲れた。いっそ自らこの身を差し出し、タニツ姫に吸収されてしまおうか。くだらないことを言っている暇があったら、足を動かせ。タギツ姫から分裂した時、お前にも望みがあったはずだろう。それを果たさなくていいのか。望みか。我の望みは、人と荒玉を融合させることによって、より高みへと人を昇華させることだった。だが、高すぎる理想など誰も欲さない。我の存在が不要でないことを示したかったが、我はもう疲れた。諦めるのか。周りが我を許さぬのだ。そうか。私の知ったことではないな。誰が許さなくても、私はお前を守ると決めたのだから。たとえ誰も彼もが望もうとも、私はお前をタギツ姫には渡さない。ゆかり。みんな、ターゲット発見。折紙ゆかりと一木島姫だ。逃げられないように包囲しろ。退路を断て。必ず私たちの手で確保するんだ。周囲にいたこの得体は全て片付けた。ようやく一息つけるな。わからない。なぜお前は折れない。この20年、我らはお前と共にあった。だが、お前は我らの侵食に耐え続けた。一体何なのだ、その強さは。知りたいか。ならば話をしよう。見ているだけで分かった気にならず、私と話をするんだ。会話による意思の疎通を。お前の言う通り、人は未熟。言葉にせずとも分かるなど、ただの世まいごとだ。話してみて。例えばそうだな。私は、お前が存外おしゃべりだと知って驚いた。寡黙かと思っていたら、正直、最初は戸惑ったものだ。私も器用な方ではないが、人はこうして理解し合うのだ。とはいえ、理解が過ぎるのも困りものだが、ここまで私の行動をトレースできるのはお前しかいない。ゆずき。お前はわかりやすいからな、ゆかり。